空飛ぶスリッパ、時を超えた川の翼、第一章忘れられた天才、アルプスの山懐に抱かれたオルソーニャ村は、ヤギの鳴き声とカシの木の香りに包まれた小さな集落だった。ここに住む青年タカは、毎朝日が昇る前に川なめ芝に立つ変わり者として知られていた。彼の工房には奇妙な習慣があった。完成した革製品を必ず三日月の夜に窓から投げ捨てるのだ。また鷹の奇行が始まったわ。窓から小石を投げつける老婆の声を背に、青年は月光に浮かぶ革スリッパを見つめていた。指先に残る彫刻刀の感触が遠い記憶を呼び覚ます。彼の作品にはルネサンス期の大聖堂を飾る彫刻の技法が宿っていた。まるでミケランジェロ・ブオナローティの魂が現代の職人に憑依したかのように、美しさは必ず誰かの心に届く、きっとそうだ。しかし村人たちは人工核にこだわる鷹を憐れんでいた。本革職人の親方ベネデットは酒場で嘲笑った。あのガラクタに芸術的価値、猫の爪研ぎにでも使うさ。第2章運命の出会い。その夜、貧しい孤児の鶴が闇市の裏路地をかけていた。痩せた肩にかかった毛布の下には盗んだ黒パンが隠されている。突然、雑貨屋のショーウィンドウが金色の輝きを放った。あれはガラス越しに浮かぶ革スリッパはまるで生きているかのように羽ばたいていた。左足用のスリッパの甲部分には聖ジョージが竜を退治するレリーフが彫られている。触れた瞬間、鶴の銀髪が逆立ち、時間が蜂蜜のように粘り始めた。ようやく会えたね、運命の少女。スリッパが宙返りし、革紐が鶴の足首に絡みついた。感覚のレリーフから煙のような老人の顔が浮かび上がる。我が名は信秀。500年待ち続けたんだよ。君こそが時空を狩る空の裁き人だ。第3章天界への扉。突如としてスリッパが駆動し、鶴は夜空へ引きずり出された。待って、私なんか選ぶ間違いよ。叫び声は雲に吸い込まれ、眼下には星屑を散らしたアドリア海が広がっていた。心配無用。君が迷子の子猫を助けた時の勇気、飢えてもパンを分け合う優しさすべて見ていた。高度1万メートルでスリッパが変形した。翼竜のような川の羽が広がり、神戸墳からはレオナルド・ダ・ヴィンチ設計の歯車が現れる。鶴の体に古代文字が浮かび上がり、視界が真っ白に染まった。目覚めた先はレンガ造りの空中庭園が浮かぶ異世界。信秀が厳かな声で告げた。ここは時空の狭間アストラルアカデミー。君が覚醒すべきは塩化魔法運命の糸を操る力だ。第4章悪魔の影。訓練初日、鶴は水晶の鏡で衝撃的な光景を目撃する。現実世界のオルソーニャ村が黒い触手に覆われているのだ。あれはシャドウイーターたちだ。信秀の声に力がこもる。人間の可能性を喰らい、創造の炎を消し去る悪魔。鷹の才能が目覚めかけた時、彼らが現れたんだ。鏡が過去を映し出す。鷹が皮を刻むたびに彫刻刀から漏れる金色の粒子。
それを貪る無数の影。村人が鷹の作品を蔑むのは悪魔の呪いだったのだ。じゃあ私が戦う理由はあの人を守るため？スリッパがぬくもりを放ちながら答える。そう。そして君自身の物語を取り戻すためだ。水晶鏡が映し出すオルソーニャ村は黒い血管のようなもので覆われていた。家々の煙突から立ち上がるはずの水煙の代わりに粘液を垂らす触手がうごめいている。鶴が息を飲んだ瞬間、表面が波打ち、鷹の攻防がクローズアップされた。あの光、青年の彫刻刀からこぼれる金色の粒子を無数の影が貪り食う。シャドウイーターの本体は不定形の闇だが、ところどころに人間の歯や鳥の爪が混じり、眼球が無数に浮かぶ不気味な姿だ。鷹の首筋には昼のように張り付いた親指大の悪魔が創造のエネルギーを吸い取っている。彼らは創造主の寄生虫信秀の声が表面に反響する。芸術家のインスピレーションを食らい、代わりに疑念と絶望を植え付ける。タカ君が自らの才能に気づけない理由も。鶴の拳が表面を叩く。どうすればいいの？君の魔法で運命の糸を書き換えるんだ。突然背後から懐かしい声がした。振り向くとレオナルド・ダ・ヴィンチのウィトルウイウス的人体図から飛び出したような透明な老人が立っている。アルベルティシ・信秀が驚きの声を上げる。第5章覚醒の刻。戦闘開始。時空跳躍 3.2 秒前、信秀の警告とともに鶴の体が金色の渦に飲み込まれる。胃が逆転する感覚の中、現実世界の村広場に転送された。鷹を囲むシャドウイーター軍団が一斉にこちらの方を向く。無数の眼球が焦点を合わせた瞬間、鶴の足元の石畳が溶解し始めた。魔法展開。鶴が叫ぶと、杖先の正常時レリーフが剣に変形。しかし振り下ろす前に黒い触手が両手を縛り上げる。悪魔たちが甲高い笑い声を上げる。が、その時、まぶい閃光が炸裂した。鷹の工房の窓から無数の革製品が流星のように飛来するのだ。ハイヒールが鎌のように回転し、ベルトが鞭となって触手を切断する。私の作品たち、鷹が呆然とつぶやく。共闘開始。青年の手のひらから彫刻刀が浮かび上がる。刀身にはミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画を描いた時に使った金槌の紋章が刻まれている。鶴さん、糸をつないで。叫び声に反応し、鶴が魔棒を天にかざす。七色の糸が吹き出し、鷹の彫刻刀と絡み合う。その瞬間、二人の視界が同期した。鶴には鷹が感じる皮の質感が、鷹には鶴が見る魔法の光が見える。右45度、3メートル、鷹が叫ぶ。鶴が体をねじり、魔棒で円を描く。糸が織りなすネットが背後から襲いかかる悪魔を捕らえる。次だ。鷹の彫刻刀が宙を切り裂く。その軌道に沿って革製品が変形、フラミンゴの形をしたブーツが炎を吐き、悪魔の大軍をなぎ払う。融合魔法発動。シャドウイーターの本体が怒り狂って膨張する。
村全体を覆うほどの巨大な口が現れ、鋭利な歯がガチガチと鳴り響く。これが最後の一撃だ。鶴と鷹が背中合わせになり、武器を交差させる。鷹の彫刻刀が工房の皮をすべて召喚し、鶴の魔棒が時空の扉を開放する。まるでミケランジェロの最後の審判が現実化したような光景の中、二人が叫ぶ。時空を超える創造クリエーション。彫刻刀から放たれた金色の波紋が魔棒から伸びる糸と螺旋を描いて融合する。その衝撃で鶴の銀髪が白金に輝き、鷹の作業服がルネサンス期の甲冑に変化した。空中に浮かび上がった巨大な革の翼がシャドウイーターを貫通する。悪魔の絶叫とともに村中に閉じ込められていた創造のエネルギーが解放される。ツタが石壁を駆け上り、廃墟だった噴水から虹色の水が噴き出す。信秀の転生開始。信秀の声が優しく響く。私の役目は終わったようだね。スリッパが空中で分解を始める。感覚のレリーフからルネサンス職人の霊体が浮かび上がる。待って、あなたが消えるなんて。鶴が必死につかもうとする手を老人の霊が優しく包む。心配いらない。私は君たちの想像の中に転生により永遠に生きる。ほら見てごらん。鷹の新しい彫刻刀には羽と歯車の刻印が光っている。鶴の魔棒には聖ジョージの隣にミケランジェロの自画像が浮かび上がった。さあ行きなさい。信秀が微笑む。君たちの物語はまだ始まったばかりだ。霊体が金色の粉塵と化し、春風に乗って散っていく。その中から遠くで複数の声が聞こえる。次は我々の番か？いや、ラファエロが先だ。レオナルドの飛行機会を。鷹と鶴が顔を見合わせ、思わず笑い出す。彼らの頭上で新たな川の翼が夕日を染めていた。